べとるよ、さっき。はい、食べとるよ。すいません。すいません。何作ってる？昼の煮物と、煮物回した。あ、回しました。うん、煮物を温めて、今から、まあ、ポテちゃんに、うん、こう玉ねぎとキャベツうん、は入れて、うん、あとポークステーキで、玉ねぎのオニオンソースうん、うん。のポークステーキを作ろうと思います。洋華くんはさ、この部屋でさ、入門して、初めて食べたちゃんこって覚えてる？全然出てこない。そうね。難しいよね。あんま覚えてない。はい。食べたちゃんこ。所沢だよね。そうですね、所沢。まあ覚えてないか。まあ、多分なんかの炒めと、うん。まあ、サラダとかだったと思うんですけあ、ど、サラダ。あんまり覚えてないですね。で、今までで一番美味しかったり、印象に残ってるちゃんこは部屋で食べたやつで。それで食べたちゃんこで、まあ、一番美味しかったのは、うん。個人的には小竹山さんのうん。角煮が一番やっぱ美あ味しいなって。ケンちゃんの角煮ね。はいご飯も進んで、うんうんうん。まあ、美味しいなと思って。人が入門してさ、はい。一番最初に食べたちゃんこ何か覚えてる？一品だけうん。覚えてるのがあって、うん。チャーシューですよ。チャーシュー。はい。へえ。すっごいチャーシュー油がすごかった記憶があるんですよ。それが、うん。めちゃめちゃ美味しかったです。誰が作ったか覚えてる？いや、覚えてない。自分入った時にちゃんこはしないんで、うんうん。ばっか、初日はやっぱ、呼ばれていったら、チャーシューだと2品なんかうん。あって、めちゃめちゃうまいな、美味しいなって思って記憶があります。ちゃんこうまいなって。美味しかったです。これまでで一番美味しかったちゃんこは？何ですかいろいろあるんですけど、やっまあ印象残ってるよ。ぱあれです。めっちゃ見つめてるよ。いや、すいません。めっちゃ見つめてる。やっぱ一番はやっぱあれですね。今、もうやめちゃったんですけど、うん。まあ、兄弟子が、うん。入門2日目か3日目ぐらいにうん。作ってくれたうんチャーハンが一番うまいですごかっそれがうまかったね。特別なチャーハンだ。た。いや、でも、普通に作ったチャーハンなんですよ、それは。めっちゃ美味しかった記憶があります。それが印象残ってんだね。ああ、もうめっちゃ残ってますね。それなんか思い出とリンクしてんの？この時こうだったからみたいな。いや、普通に多分、ちゃんこで、味がシンプルに美味しかった。まあそうですね。いや、いいと思うんですよ。いいと思います。評価してんじゃん。ラッキーは初めて食べたちゃんこ覚えてる？自分が初めて食べたちゃんこはあれですベーコンエッグがその日、すごい、ベーコンの分厚さに感動しました。こういうやつしか知らなかったんで、こんな分厚いベーコン出てきて、すごい感動しましたね。あれがね、一番結構印象に残ってるちゃんこです。ああ、もう最初が一番印象に残ってる。そこで、うわ、すごいな、思いますね。初めてのちゃんこです。あれね、体験にもできない。入門してからね。もうしてから。いや、もう多分、炒め煮物サラダと思うんですよ。ねだって九州ですよね。九州じゃない、大阪か。僕は大阪ですね。じゃあ、ソウガの一番得意なちゃんこ何？やっぱ、ガレットです。芋とチーズのやつ。妹チーズ。まあ、最近はチーズガレットを作ってるんですけど。ただ自分はやっぱ、まあチーズだけも美味しいですけど、やっぱ芋もあった方がいいかなと思って。なるほど。藤岡先生は？得意なちゃんこ何？得意なちゃんこです。
でも僕得意な料理とかあります。人に聞いた。なんかあります？これ食べて美味しいなみたいな。大体うまいかな。そういいっすね。目玉焼きは、そうそう、焼くのはちょっと僕自信あるさ、結構。目玉焼きが得意なの？目玉焼きはそうですね。丸焼き焼くのが僕。そうですね、結構目玉焼きは自信あります。ラキは得意なちゃんこ。なんか、卵焼きが綺麗に巻ける自信があります。ああ、卵焼き？はい。綺麗に巻ける自信あります。それはでもすごいじゃん。ねこれ親方に褒められたちゃんことかないの？これ自分が作ったやつで。褒められたちゃんこ。本当に多分たまたま作った鍋とかじゃないですか。それぐらいだったと褒められたことあると思います。一番手のかかったちゃんこは？一番手のかかったちゃんこは、全部中華の時のちゃんこ。ああ、中華縛りの時に？エビチリと、うん。あとニンニク入れたクリーム煮ですか？シュクメルリみたいな。シュクメルリ。うんうんあともう一品。それチクメル中華じゃないけどね。いや、ちょっとなんか、うん。そっちですか？ん？自分、あれ、春巻き作った日が一番手かかったかなと。この班じゃないよ、また別の班。別の班の時。別の班の時に、うん。若宮エビがなんか師匠からこれ作ってって言われた時の、なんかそのメニューがすごい大変だったなって覚えてます。チクメルリ。と、エビチリと、あともう一品。なんかそれ、ちょうど撮ってた時だよね、多分。多分、はい。買い出しからいろいろ。あ、でも評判良かったんじゃないの？はい。評判良かったんじゃないの？でもその後、はい。僕は本当に下処理ぐらいしかしてないですけど。他の部屋のちゃんこって食べることってあるいや、の？ない。めったにないですね。今まである？なんか葛飾でやったイベントの時に、うん。ここのエビ塩ちゃんこ食べました。買ったの？そうですね、もらなんか、はい。あ、買ったんだ。めちゃめちゃ美味しかったですね。これ500円ぐらいするんじゃないの？いいやつですね。わざわざ買ったんだ。いや、なんか師匠が買ってきてくれて、あ、そうなんだ。それ食べまし他の部屋のちゃんこってやっぱ気になるの？た。そうですね、なんかどんな、うん。ちゃんと食べてるのかなって気うん。になります。そうだよね。そうだ、ちゃんこでこれ失敗したなってのなんかある？今まで。よくするのが、あんっていうか、とろみをつけたりする料理の時に、片栗粉と水の分量が分からなくて、よく片栗粉を入れすぎて、ちょっと固めになっちゃうんですよ。トロトロじゃなくて、トロトロじゃなくて、ベタベタみたいな。ベタベタ、なんか硬いな、その何回やったのか、なんか量がもうわかんない。あれむずいよね。どうしてもこう、片栗粉を多めに入れちゃうんで、それぐらいやりますよね、まあ班長だからいろいろメニューとかも考えるじゃん。はい。ちゃんこ作りで一番大切にすることって何？まあやっぱちょっと量をいっぱい作るんで、まあ、味が薄くなったりとかするかもしれないし、なるべく薄いよりかは、濃い方がみんな、ご飯とか食べれるんで、なるべくそれは
多めに作るようにはしてます。でご飯が進むように濃いめを。そうですね、まだ。いや、みんな多分、こののが食べれると思うんで、米いっぱい食べるんで、それは気をつけて。これなんでちゃんこっていうの？名前の由来ですよね。そう、なんで？まあ、やっぱその、師匠と弟子っていうのはその、まあ、師匠と弟子であって、その、なんすか、親と子供みたいな関係なんで、まあ、お父ちゃんっていう、お父さんみたいな感じで、お父ちゃんとその子供っていうので、そのなんかちゃんとこう取って、ちゃんこっていう。お父ちゃんのちゃんが、ちゃんこのちゃんなの？ちゃんこのちゃんです。あ、そうなんだ。はい。で、子供の子取って、ちゃんこっていうらしいです。へえ。本当？あ、本当です。お父ちゃんのちゃんなんだね。お父ちゃんのちゃんです。諸説あります？まあ諸説あるんですけど。そうなんだ。なんかもう一個、あるのが、古株の力士が、まあベテラン力士が作るんで、おじいちゃんじゃないですか。言っちゃえば。おじちゃんの作る料理なんで、ちゃんこっていう説もあるらしいです。そうなんだね。もうどれが本当かわかんないですけど。で、これはちゃんこ？これもおじちゃんが作ってるから。いや、おじちゃんです。はい。はい。お兄ちゃんです。お皿割っていいですか？はい。うまそうです。初めて親方と行った外食とか。入門してからですか？入門してからですか？入門じゃなくても。は、何だったかな。ホルモンのお店か、その、蕎麦屋、どっちなんですか？どっち？いや、確か蕎麦を食べた記憶が、その地元のなんかお店で、降ってきていただいて、親と3人で食べてる気がするんですけど。いやー、どうだったかな。そばかホルモンか。そばかホルモンがどっちかなんですか？ホルモンだとそれも地元？地元っていうかそうですね、秩父の方ですね。に、親方が来ていただいて、はい。その時お兄ちゃんもいたんで、4人で食べてたんですけど。そのどっちか？どっちか、どっちが先だったかな。どういう話したの、その時？誘誘っていただいたの？ああ、もうそうです。多分親とずっと話してて、自分コミュ障なんで、ずっとご飯食べてたと思うんです。ご飯食べながらスマホいじってたの？いや、そのまま、入る時買ってもらったんで、もうずっと無言で食べてたかもしれないです。そっか。コミュ障なんで、はい。コミュ障だったんだね、その時。いや、もう今もです。今もか。やっぱ、初対面の人だとは、話さない。清岡さんは？初めて親方と行った外食とか覚えてる？大阪の焼肉屋だったんです。あ、大阪なんだね。大阪場所ってこと？そうです。僕入門が3月だったんで、前相撲で大阪行った時に食べた記憶が。その時一緒に狼ヶ関も行って、師匠と3人で食べた記憶があります。あっちの奈良の方に宿舎があった時？あった時です。どういうこと話したの？でもその緊張してあんま覚えてないか。そうですね。
ました。そうだよね。何でこれはラケは初めて親方に連れてってもらった外食とかって覚えてる？それは、柴又の方にある町の中華屋さんに行ったのが初めてだったと思うんですけど、おかみさんと書いて、それ入門した後？入門した後ですね。自分、そう入門前は、大阪場所中やったら多分忙しいんだと思う。まあ、あんましそういう、まあ、話し合いする場あったんですけど、まあ、すぐちょっと外食とかはちょっとあんましなかった。入門した後からです。それが初めて？が初めて、はい、そうです。3人？だと思います。はい。ちょっと緊張しました。すごい、はい。でも何喋ったか覚えてないぐらいな感じ？そうですね、もうあんましもう、なんか、こう、各界のこととか、部屋のこととか、師匠の考え方とか、なんかそういうのいろいろ聞かせていただいたのを覚えてます。そうなのね。はい。そうです。ちょっと本当に緊張で、親方の前にちょっと緊張しがちなんで。緊張するよね。はい。そうだ。それがこれ洗って使いますよ。玉ねぎと生姜入れる。熱いわ。なんか一気に熱くなったんですね。パズルだね、これ。ビタッと。いきました。時の電車、電ライダー。時間の波。ラッキートリプル A が歌ってる方か、はい。イマジンが歌ってる方どっちがいい？自分結構どっちも好きですけどね。でもやっぱ、案外自分、カバーとかするより原曲の方が好きやったりするんで、トリプル A 派っすかね。俺も原曲の方が好きなんだけどさ、はい。でこの歌に関してはちょっと、イマジン。まあ全然イマジンバージョンもめっちゃ熱いっすけどね。いいな。イマジンのいいじゃん、いいじゃん、すげえじゃんとこの、はい。金太郎がめっちゃ好きなの。ええやん、ええやん、すごいやん。おマジそこめっちゃ好きでさ。金太郎好きなんだよね。いや、金ちゃんかっこいいっすよ。かっこいい。俺の持つ要素に。お前が泣いた。泣けるでかっこいい。必殺技もね、ストレートだから、ダイナミックチョップ。これです。おお、またいい焼き目。このぐらいがうまいよね。美味しそう、まず。ああ、まそう。でも、どの辺切るんですか？真ん中。この辺こうぶった切るんですか？真ん中切って、こっちですか？まあ骨当たんなくてはどこでもいいです。それがうまいんだって。うまそうですね。うまそう。それにさっきのおろしをかけるの？そうです、はい。タレかけて、完成です。うまいじゃん。
俺これ何目指して切った方がいいんだろう。今井さん俺何目指して切った方がいいですか？ギネスとかでいいんじゃないですか。ギネスのひなた、ゆで卵は。ゆで卵やからマジで。あゆで卵早剥き。早剥き。 1個何秒じゃないけど、1分間に何個剥けるか。はい。 91個。 1分間で90ですか？ 91個。いや、マジか。何がですか。ゆで卵の殻剥きのギネス。あるんですよ、もうすでに。だいたい申請すれば何でもいけるからね、だいたい。 1分間に91個さ。もうやばいわ。 1秒で1点。1秒以上のスピードで向いてるやんって。夜のあれもう俺やから。今じゃない今のめちゃめちゃ俺ラッキーだと思ったっす。俺平瀬だと思ってた。ラッキーやっていい？ああ、じゃあ、思い違いですね。今井さんは自分だと思って、で、俺がラッキーだと思って、ラッキーは俺だと思って。1人1票ずつ入ってるわけじゃないですか、今。今そうっすね。じゃあ、班長、ここはもう誰がやるか決めましょう。はい。はいじゃあ、違うんです。結局、班長やから。せめてじゃんけんにしませんか。まあ、そっちの方が平等性というか。いや、平等じゃないです、じゃんけんは。まあまあ、心理戦俺弱いっす。大丈夫、俺じゃんけん弱いです。じゃんけん心理戦持ち込むじゃんけん俺アレルギーやから。じゃんけんアレルギーですじゃんか。けんアレルギー、じゃんけんしなんかまあ、ジンマシンとかできるんですか。いろいろ。じゃんけんもうこれで終わってもいいと思っちゃうからさ。そうだよ。ちょっと俺、ありたけをもうありったけよ。そうこれで、構えから入るタイプですか。もうこれだから。ゴンじゃないっす。なんかもう、じゃんけんすると、お前さ、グーいったぐよ。パーだとダメですワンちゃん。えほぼグーいったぐっす。ほぼね、8割、8割グー。パー出しとけばなんとかなる。1対1時あるから。じゃあこれ冷蔵庫入らない？重い。重いよ。誰が誕生日だ。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Endo-san. Happy birthday to you. ありがとうございます。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 こちらです。早い若いよ、また早いもう5年経ちましあ、そうね、みたいで遠藤君た。遠藤運動君。遠藤。写真撮りましょう。はい、何歳だ23です。23、まだ23なんだ。ね、若いですよ若いですねね。若い、めちゃくちゃ若い。羨ましい。私は半分ぐらいよ。流れる時間が早すぎるさ。そう。はい、チーズ。なんかむくんでない？飲みすぎた？ちょっと飲みすぎちゃいます。いくよ、はい、チーズ。ちょっと目見開いてる。いや、いくよ、はい、チーズ。オッケーオッケー。顔に近づいて。顔にあ、そうそう。笑顔で。笑顔で。はーい、ありがとう。ちょっとむくみえぐいっすね、やっぱ。昨日も飲んだ？あ、まあ、休みだ。休みだったんでちょっと飲んでました。ちょっとじゃないよ。一昨日もちょっとだいぶ、一昨日はだいぶ、あ、そうだよね。休みのあ、すみません、お茶です。ありがとうございます。します。はい。一切のお茶です。はいケーキのお茶です。ありがとうございます。ありがとうございます。抱負はいや、大丈夫です。抱負ははい、抱負は23歳のうちに15万目圏内入って関取に上がれるよう頑張ります。関取に。関取年内に。年内関取頑張ります。はい早く上がんないと。じゃあです。おじさん部屋でさ、おい、初めて食ったちゃんって覚えてる？
いや覚えてるんですね。まあでも目の前になんか高級納豆があったのを覚えてます。これぐらいでっかい納豆があったのを覚えてます。それぐらいですかね、覚えてる。今まで食った中で印象的に残ってるうまいっていうちゃんこは。部屋のちゃんこですか。そうそう。5年も食ってるんですかね。まあ一番決めづらいと思うけど、これうまかまあ、った好きなのは、まあ、石狩鍋とか、あとはなんだろう、まあもうやめてるんですけど、兄弟子が作った肉じゃがとかは美味しかったですね。肉じゃが、まああとケンさんが作る八宝菜とか。肉じゃが得意じゃなかった？はい、得意じゃなかった？ああそうです。教えてもらって、よく作ってたよね。はい、もう作り方忘れたっす。忘れない。あとなんすかね。その水、はい、何リットル？いや、500リットル。あれ、そっちで部屋で買いましょうみたいな。こっちからまた来してくださいって言ってました。向こうで買えば。なんかホームセンターで向こうで買うか。なんかおかみさんが名古屋の送ってくれるみたいな感じの話をしてたんで、帰りきれいに洗ってトラックになってするの忘れないで。はい、野菜があって。これ今日誕生会どこでやる？なんもないっす。なんもない。寂しい。誕生会したじゃないですか。誰の誕生日が分からなくて。いやいや。知ってるくせに。けど知ってたよ。俺も知らん。ゆうたろうさんが誕生日の人。なんだお前もそっちか。これ何？お客さんにもらったやつ？あ、そうだと思います。あれ？多分。わあ。はい。これよくない？これなんか深箱めっちゃ深箱じゃなくて、どっちがいいかな。それが普通の深い方がいい。何でもいいと思うけど。みんなで。乗るかな。トラックは。自分にダンプで買わないよ。ホービっていう日本語になってないやつ。ホービじゃないや。ご飯にする。こっちで、こっち向いて。下がってなかったよ。帰りとシャープリート。確かにこの部屋来てさ、初めて食べたちゃんこ覚えてる？鍋しか覚えてない。塩鍋だったんですよ。覚えてないです。一番好きなちゃんこは？ちゃんこが今までこれ一番美味しかったなみたいな。鍋だったら豆乳鍋だ。豆乳鍋？はい。一回しか出てないですよ今のところ。持ってる黒だった。持ってるって言ったらこういうグリーンで赤でグリーン。
あの柄にしちゃった。あの柄も。この近くである上の。フォーが最初に食べたちゃんこ覚えてる？僕も鍋しか覚えてないんですけど、塩鍋です。僕も塩鍋やったんですよ。うますぎてご飯にかけて食べてました。一番美味しかったちゃんこは鍋だけですか、それともおかず？何だったんですまあ一番美味しいのはやっぱレマさんの唐揚げで、ケンさんの角煮で、僕の麻婆豆腐、あ、自分のはい、であと鍋やったら湯豆腐、味噌、チゲ、あと豚骨がうまかったです、僕的には。1週間ぐらいです。明日の午前中ぐらいですね。これぐらいの雨だともらえるじゃない。最近切れる麻婆はまずいけど、味が変わって、一応それをついたしめっちゃうまかった気がする。むずすぎ？それとかこれでこうなんです。ちょっとずつ上げていって、出発になりたい。俺は60キロからちょっと味付けをね、特にいかないように10しかすると、これ無理。全部10回できるけど、160、10回にしかする。150。今日はね、ベンチとショルダープレス、ミートとショルダーしかいかない。人が多すぎて、使えるから。ビッグフライムやったけど、前は。夜行けば。マジっすか？4月休会した。してないです。向こうでも行こうかな。教えてやるとかね。はい。ファミリーマートちょっと上がっていって、ファミリーマートある。マクドは分かる？分かります。上がってここみたいな。汗かくいと。流れ、友達とか来たら、親父とかいたから。そういうのないです。これお手伝いください。あ、すごい。どこでもどうかな。なんでも。そうじゃない？
あ、ワーキー、なって人いないの？あ、ちゃんと夜のちゃんといないの？だけ？おお、でもがっつりでもね、これだ、ウニさ、インドがどうした日にさ、マリナってある。僕もいけたよ、甘かった。もっと甘かった。似合う？しないです。ちゃんとふりかけの匂いだね。楽に言わなくてもらったんですよ。使ったらその分帰ってくるから大丈夫。まあ言われました。使った方がいいのかな。これもしかしてこれがホタテかな。じゃないですか。ネギだった。いや本当にから俺食ってたよ。これと大丈夫ですか。俺それもと言ったよここ。いや。おっ。遠藤は大体変なことして俺と15歳。15歳の俺の中で。そういうキャラちょうどいいです。ちょうどいい女みたいな言い方すんだよ。やめんだよ。私の押し上げまで自転車で行ったから。押し上げまで自転車で行ったよケース。だったら奈良と部屋のルチと飯やすな。海で一回10分ぐらいピッピッ。おしゃれなものね。あれ川沿いにあるやつ。優勝できないのちゃうし、名古屋よりこれやないかライブしとこれで3発ちょっと俺じゃあライブショーをするの4、13ぐらい26回でけどライブショー3発ぐらいでしょ。どうしようかな。
休暇だったら何もちょっと分からんし、全然おるのか僕の使いってのは何を解除してないの何もしたのあれじゃない音が高いやつじゃないはい無理なところが出ちゃうんでみたいなことをはい気持ちで言ってましょうすごい量やな楽しいのできちゃった見に行って他の店舗が見てみたいですいろんなのあったんで今のところ通ったぐらいなんですよそうです僕はいいっす1年はいいっす1年はいいっすいや、いらないわけじゃないですけど。ああ。俺も好成績残したら、顔勝ちしたら、自分にご褒美買うっていう。死んだ。待って、なんか首がな。水分系絶対ここにちょっとちょっともうそれ同じなんだ。だって宮川さんってさ、なんか承認がいた後ろにあんまりいないですか。全部言っていいよ。誕生日やから卵年齢分食べたらいいし。卵に父がある。あ、じゃあ手真っ黄色になるんじゃないですか。なんで？卵食いすぎたら黄色くなると思わないですか。みかんじゃないですよ。お、梅ちゃん、ようこそ。お待ちしてました。お預かりします。よろしくお願いいたします。お預かりしますっていいですね。お預かりしますですよね。大切な息子さんを。ない息子なんですけど、迷惑かけると思いますけど。頑張ってね。はい。ちょっとお家になるんで。一生懸命精進させていただきましたので、よろしくお願いします。